こんにちは、サイトゥーゴワーズ。さあ今日もやっていきましょう。今回のテーマはニューロダイバーシティの一つ、自閉スペクトラム症です。これには多種多様なタイプが存在しています。自閉スペクトラム症に対する認識は最近高まっていますが、同時に誤解も増えています。誤解が広がると差別につながってしまいます。すべてや決してを使った発言などには特に注意してください。もしかしたら間違った情報があなたの頭の中に紛れ込んでいるかもしれません。今日は当事者が伝えたい6つのメッセージをご紹介します。その1、みんなが天才ってわけじゃない。映画のレインマンみたいにすごい能力持ってるんでしょ？いやいや、みんながみんなそうじゃない。何か超越した能力を持っていると思われているのは光栄ですが、私たちのほとんどはそうではありません。なのでこの思い込みは私たちを失敗と失望のどん底に陥れるだけです。逆に私たちはある種の基本的なこと、例えば会話をしたり予約を取ることなどが信じられないほど難しいと感じています。才能があるから同情やサポートは必要ないと思われることがありますが、そんなことはありません。その2、できないなんて言わないで。私たち全員がスーパーコンピューターでないことは分かりました。けれど私たち全員が絶望的に能力がないというわけでもありません。残念なことに良識ある専門家でさえ私たちを学習能力や改善能力がない人間とみなすことがあります。学校を卒業できない、絶対就職できないとかもたまに言われます。こうした普通のことを実行する困難さを認識してもらえていることにはもちろん感謝しています。けれどそれをできないや絶対ということは私たちの努力やそれを支えてくれている人たちを否定することになります。こうしたネガティブな発言は私たちから自立心を奪ってしまうんです。その3、私たちはみんな違っていて個性であふれています。スペクトラムという言葉は幅がある、広がっているという意味合いを持ちます。その通り私たちはまさに十人十色なのです。感覚が敏感だったり、運動神経が良かったり、コミュニケーションが少し苦手だったり、様々な個性を持っています。ほら、あなたたちと一緒でしょ？その4、不快感を与える気は本当にないんです。知らないこと、慣れていないことは誰にとっても不安要素ですよね。また、あなたにとって何でもないこと、呼吸するように簡単にできることが私たちにとっては不安要素なんです。誰かと話をするとき、物理的に一定の距離を取ったり、相手の目を見たり、そらしたり、程よくアイコンタクトを取りますよね。間を取ったり、トーンやボリュームを調整したりも。こういった行動を私たちは頭をフル回転させて行っているんです。心の中でずっとこんな声がしています。目を見て話そう。声大きすぎかな。これでいいかな。やりすぎた。惹かれてるかも。もう本当に必死です。私たちはこういったことを自律的な反応として学習することはできないんです。だから周りの人たちを不快にしないように意識的に会話に役立つセリフや行動を覚えています。そうしないと嫌がられてしまうかもしれないから。笑ったりするタイミングを間違えたりすると変な子って思われちゃいますよね。けど普通って思ってもらえることがわからないからやっちゃった後に気づくんです。ほらまた惹かれちゃった。残念なことに私たちの神経の違いは見た感じじゃわからないし、この人は自閉スペクトラム症かなって思ってくれる人は少ない。認知度がもっと上がったらな。その後、実は全然平気じゃないです。難しいことを対処していくのは疲れますよね。私たちは常に神経的に学習できない現実を無理やり処理しているのでヘトヘトです。私たちは社会に溶け込むために仮面をかぶらないといけない。普通じゃんとか、自閉スペクトラムって言っても軽度なんだねとか言われるのが嫌になる。なぜなら実際は絶え間ないストレスやこれまでのトラウマに苦しんでいるから。実は私たちの平均寿命はわずか36歳で、これは自殺率の増加も影響しています。自閉スペクトラム症と一般人の自殺者の数を比較すると、成人は9倍、子供ではなんと28倍なんです。たとえ軽度に見えても苦労が少ないわけじゃないんです。
その6、私たちのことを知ってほしい。そして無下にしないで。自閉スペクトラム症は神経発達症で病気みたいに治るものではありません。それをネタにすることは頑張っている私たちを侮辱する行為です。一匹狼、変人などとレッテルを貼られると差別につながっていきます。私たちは毎日たくさんの努力をしています。社会で快適に過ごせるように、そして周りの人たちを不快にしないように。にもかかわらず、否定されたり、恥をかかされたり、悪者にされたりすると、どんな気持ちになるか想像してみてください。だから、正しい情報を取り入れて寄り添ってほしいんです。関心を持つことって思いやりなんです。自閉スペクトラム症について知ってほしい6つのことはいかがでしたか？皆さんの中で関心と理解が高まったなら嬉しいです。興味深かったことを下のコメント欄でぜひ教えてください。この動画が役に立ったならいいねとシェアをお願いします。それではまた次回まで。